にちは。梅干しおと言います。皆さんは安楽死についてどのようなお考えを持っていらっしゃいますか？私は以前は怖いし大変そうだな、命は大切って言うから自然に任せるべきなんじゃとあまりよく考えたことがありませんでした。でも1年前、闘病がきっかけで安楽死について前より深く考えるようになりました。これはそのきっかけのお話です。私は自己免疫疾患という疾患を持っています。自己免疫疾患とは、体の免疫が正しく機能しなくなり、自分の体の組織を攻撃してしまう疾患です。普段は免疫を調整する薬で治療することで、普通とあまり変わりない生活を送ることができています。ところが1年前、コロナ禍に加え、私の使っている薬が不足するという状況になりました。普段は半年ごとの投薬治療が2ヶ月待ちになってしまったのですが、この間に症状があっという間に悪化してしまいました。今まで何度も苦しく痛い経験を乗り越えてきましたが、この時は自分史上一番の痛みで苦しかったです。体のあちこちの関節が腫れ上がり、歩くのもやっとになりました。足は赤く大きくなり、足の指は小さいソーセージみたいでした。膝も腫れて少し曲げるのも激痛です。手もグローブのようになり、スマホも重くて痛いので持てるのも数分だけになりました。5分以上座っているのは難しくなり、ほぼ寝たきりだったのですが、布団を持ち上げるのも痛みで辛く、寝返りがほとんどできませんでした。うつ伏せは痛いゆえ、なぜか自分の背中に圧迫される感じがして苦しくてできません。そんな中でも頑張って週に一度はシャワーを浴びました。でも体をきれいにできなかったためか、病気のせいかわかりませんが、足の皮膚が鱗状になり硬くなっていきました。じっとしていても全身ひどい痛みで、特に両肩は何本もの霧で骨の中をグリグリされているような激痛で、うめき声がずっと出るほどでした。いつもより強いオピオイド系の痛み止めを処方してもらい、声がなんとか出なくなる程度に痛みを抑え、うとうとできたのですが、4時間ごとにしか飲めません。前回飲んでから3時間半を過ぎると激痛が戻り、意識がはっきりしてしまいます。声を漏らしながら30分我慢した後、痛み止めを飲んで効いてくるまで20分ほど耐えます。その1時間弱、1秒1秒を骨の中までの激痛と直面することになります。本当に苦しかったです。
拷問だと思いました。うとうとはできてもぐっすり眠ることができない日が何日も続きました。なんとか痛みを紛らわせたくても、腫れ上がった手で本もスマホも持てないし、痛みでテレビも集中できません。食欲も痛みでなくなり、かろうじて朝にバナナ1本またはイチゴ5個ほどを食べれる程度でした。体力がなくなり、声もかすれ声しか出なくなって、一言発するのもとても力が必要で、会話もしんどくてできなくなりました。カウンセリングで心の安定を図りたかったのですが、声が出ないため対面オンラインは無理です。タイピングもできないのでチャットカウンセリングも不可能という状況でした。自分の体がどんどん壊れていく恐怖、見放されたような絶望感を誰にも伝えられず一人で向き合うのは大変辛かったです。うとうとしながらよく首をつってぶら下がっている自分の姿を想像していました。それを見ていると、もう苦しくないんだな、痛くないんだなと一瞬でも激痛から少し楽になれたからです。そしてこんな1秒1秒が長いひどい苦痛は真面目に拷問と変わらないと感じました。私の場合は遅れている投薬治療を受ければ回復する可能性がある。数ヶ月後には今のような激痛から解放されている可能性がある。しかしもし回復しない病気だったらどうだろう。こんな地獄の苦しみが半年1年と続くとしたら、そしてもう自分が良くならないと分かっていたら、痛み苦しみはこれ以上にもっとひどくなるかもしれないという恐怖は相当なものだろう。拷問のような痛みに耐えている人を見守るしかできない周りの人々の苦しみはいかほどだろう。こんな苦痛を何ヶ月も耐えろというのは果たして人道的なのだろうか。もう苦しまないような選択を選べるようにする方が人道的なのかもしれないとその時強く思いました。安楽死の4要件というのがあります。心身に耐え難いひどい苦痛がある、回復不可能な死に至る病気障害の終末期で死が目前に迫っている、死を回避する手段も苦痛を緩和する方法も存在しない、患者本人の明確な意思表示がある。これらをすべて満たした上で積極的安楽死の選択を認める方が人道的なのではというのが今現在私が感じていることです。でもこれから先別の体験をして
全く正反対の考えになることもあるかもしれません。そして私の考えが絶対正しいということはないでしょうし、皆さん一人一人様々なお考えがあると思います。いろいろな議論を経て、多くの人にとってより良い道が選択されたらいいなと思います。私の体験を聞いてくださり、どうもありがとうございました。